よいしょメンバーが夏の休暇を使って行った旅行の様子を写真や動画で紹介。最も行ってみたいと思ういい旅Ｎｏ.1にはちょっとしたご褒美が。今夜最初の旅は久保の長崎旅行。長崎いいね。そうなんです。地元のお友達と2人で2泊3日の長崎旅行。これは目的というか、ちょうど私が行きたいと思ってた日程で、佐世保の方で大きい花火大会があって、やっぱ宮城の子なので地元から現地集合で福岡空港に集合して、そこから車で友達の運転で行くことになったんですけど、でも私が何を間違えたのか、その飛行機の出発時間を家の出発時間だと思ってたんですよ。ほらもう変ななった。家出る直前にそれに気づいて、大変申し訳ありませんって連絡をして、そしたらもう機内にいて、ああそっか、もう向こうはそうだよね。仙台だったので、福岡空港で友達を2時間待たすっていうもう最悪のスタートから始まっちゃって、で友達に2時間ちょっと運転してもらって、途中でサービスエリア寄って角煮まん食べたりとか。角煮まんうまいよね。美味しかったんです。それで余裕持って行ったんですけど、そのすごい楽しみにしてたので、有料の観覧席みたいなシートね、ちゃんともうキープしてるわけね。キープしといたんですよ。東京でチケット取ってたんですけど、渋滞に巻き込まれて、嘘だろ。花火大会中車から降りれず、もうで花火を車内から見てるっていう。上がってるわ。うわ見えねえじゃ屋根にかぶってる。これ30分出れないな多分。そうなの。本番じゃない。俺これフィナーレだったら10分だ。ん。これじゃあ集中もできないしね。すごいね、超すげえなこれ。やっぱりさ、この色が一番いいよね。金でしょ。普通の色付きじゃないやつだよね。よくこっちのモードに切り替えられるんだよね。あ、これで終わりかもね。ありがとうございます。ありがとうございました。久保ってプライベートもこんな感じなんだね。そうなんですよ。幸薄い感じな。なんなら友達は運転してるから花火も見えてない。そうだよ。あんま集中できないよね。で結局そっから宿までがさらに車で2時間だったんです。要は長崎まで行くわけね。そうなんです。本当長崎駅まで。申し訳なくて、宿が素泊まりだったんですね。ああ、ご飯ない。ご飯ないんですけど、夕食食べに行こうっていうのも申し訳なくて、いち早く寝たいだろうなって思ったので、夕食抜きでで宿着いたんですけど、共同のお風呂だったんですよ。全員で。そのお風呂の目の前にものすごいでかい虫がやっぱどうしても。なんなの虫はさいるよ。そりゃ田舎だったらいるよ。どうしたの？入らなかったんです。何角煮まん食いに行ってんのじゃあ。いやもう旅行行って風呂入んないってな。で2日目3日目は普通にハウステンボスの方に行ったりとかして、すごい本当に楽しめて、お二人にお土産も。あれは優勝じゃない？ちょっとささやかなんですけど。みんな申し訳ない。オープンザーン。何はい設楽さんは銘菓とかよりスナック菓子とかの方がいいかなと思ったので。ハウステンボス仕様のハッピーターンとか柿の種とか、超いいじゃん。日村さんが福岡なんですけど、以前ラジオでもつ鍋好きなお店があるっておっしゃってて、そこじゃないんですけどちょっと冷凍のもつ鍋お家でできるかなと思って。そうで、日村さんってもう芸名をさ、日村もつ鍋ゆうきにしてる。いやだからすごい好きだね。あ、よかったです。俺しちゃおっから日村もつ鍋ゆうき。続いて井上の旅は宮城。その理由は？宮城は生牡蠣が食べたくて。渋い旅行近々で東京で生牡蠣を初めて食べて人生でめっちゃ美味しかったので、もう最近この味にハマったわけだ。そうなんです。美味しいところがあるわけ。いやなんか松島が有名だって松島だ。あ、いいですね。でそれ食べたんですけど、あんまり美味し
なくて、そのだから1回目で食べたやつが美味しかったんじゃない。そのいろいろなのあるからね。はい。まあでも松島もすごいいろんな名所が。だって松島といえばもう景色がね、日本。そうですね。日本三景、ね遊覧船もう45分とかでいろいろ紹介しながら。もうちっちゃい島が山ほどあるからね。そうです。いい写真。あ、これ一人で行ったの？いや、友達と2人で行きました。はい。でその近くになんか200年ぐらい続くお茶屋さんみたいなのが。渋いね。お抹茶いただける。はい、お抹茶ずんだもいただいて。ずんだ餅かあれ。はい、ずんだ餅。ああ、いいじゃん。ちゃんとチケットとかそういうの入れて取るんだな。記録として見やすいわ。確かにすげえいいこれ。で2日目は秋湯。以前久保さんが最地のおはぎ。いやそれ俺らも行った。サンドウィッチマンと一緒にロケに行った秋温泉。あれ仙台駅からバスで1時間。結構遠い遠い。ね、もう大自然の中を温泉街でね。温泉街で行ったんですけどやってなくて。売り切れたとかじゃなくてお店がやってないの？はい、定休日で。なんでだよ。調べてかないと。営業中って書いてあって、でもどういうこと？サイトの方に飛んだら第2、第4水曜日とか定休日とかで食べられなかったの？わざわざ1時間かけて行ったのに食べれなくて、他に食べれるところ何かないかなって探したんですけど、もう秋湯にこれから行こうと思ってる人皆さん気をつけた方がいいと思うんですけど、どこもかしこも水曜定休で。水曜日が。そうなんです。でやっと見つけた水曜日にやってるお店に行ったんですよ。30分歩いて行ったんですけど貸し切り。貸し切られてた。ね、じゃあもうバス停で仙台駅戻ろっかっていう。いや戻ろう。市内行けば山ほどあるから。はい、仙台駅。偉いな、バスなんだそこ。もうタクシーで行っちゃおうってなんないんだ。タクシーいませんでした。仙台広報みたいになってるけど、まあ宮城だから。いやいやあるだろ、呼べるだろ今。宮城もタクシーは走ってる。なんならあの辺温泉街だからさ。おかしいな。2、30分ぐらい待ってバスで仙台駅まで帰ってクレープ食べて帰りました。牛タンとか山ほどあるだろう。なんで今の話さずーっとして最後さクレープなの？いやいやだからおじさんだからだよ。俺暴れるよ、クレープ屋行こうなんてふざけんなよふざけんなよじゃないんだよ。いやいや設楽さん、腹ペコで状態で向こう行っておはぎ屋行っても空いてなくってでなんとかかけて仙台駅着いて何食い行こうっつって俺がクレープ屋行こうってどうする？暴れるよ。暴れるよ俺は。いやいや何クレープ食ったちなみに？ワッフルでした。ね、ワッフルなんだよ。クレープでもね。ワッフルだっかい。でお二人にお土産を。出た。ちょっと待って、そんな中でお土産があるわけ？その中で？うわ、何？こけしだ。こけしだよ。ちょっと待って、こういうのが売ってるってこと？いや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 。これはもう完全にやられてるよ。これ売ってたとしたら。どうしたのこれ何？宮城ってこけしが有名。あ、そうなんだ。なのでこけしを作ってきまして。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。すごい。まあ七三だしこっち俺かな。はい。これは誰？いや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 。こっちの顔が汚いさ。いや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 。なんかさほくろだらけなんだよ顔が。なんでリアルなほくろあんな感じなの？あと俺絶対デベソじゃねえからな。俺デベソじゃねえから。あれ腹が出てて。いやなんか最初浴衣を着た時のお腹が可愛かったので、それを描こうと思って、でも一番分かりやすいのはおへそだなと思っておへそだけ描いたんですけど、服着たらすっぽんぽんみたいな感じになっちゃって。そうだよ。そしたらポコチンみたいになっちゃった。井上これすっぱだかじゃないよね俺ね。あのペロがあることによって。可愛い。めっちゃ可愛い。ありがとう。ブツブツ？実物の方が良さが。実物がいいって言ったらブツブツがいいって言ったらブツブツじゃねえよ。これほくろだからブツブツじゃねえから。これほくろ？言ってないんですよこれマジで。お土産。いや言ってない。買えたら買ってとか。買ってくれなかった人を責めてるわけじゃないよ。気持ち。そのまま返すわ。気持ち。気持ちじゃねえよ。買ってこない弓木が言うのおかしいだろ。神奈川川崎は日本を飛び出して韓国へ。これはですね、乃木坂工事中の収録の合間に2人でどっか行きたいねっていう話をしてて、2人ともファッションが好きなので韓国行ってみようっていう話になって。もう目的がはっきりしてんだ。あ、そうなんです。で私は初海外だったんですよ。マジで？プライベートで。サクタ
さんと遊ぶのも初めてだったんです。それがいきなりご飯も行ったことなくて、ちょっと行く前不安ではあったんですけど、でもやっぱ行ったら行ったで全然めっちゃ話してくれるし。いやそりゃそうだろ。めっちゃ行ってしかとってねえもん。いやいや思った以上に話してくれるからすごい合うなって思って。なるほどね。めちゃめちゃ何この写真。ああ可愛い。お揃いのお洋服を買ったりとか、お揃いのリングを買ったり。超仲良し。めっちゃ仲良くなったんですよこの旅行で。で1日目の夜ご飯が何食べた？ホテルの中華を食べて。なんかちゃんとしてんね。すごいホテルだね。で2日目のお昼がイタリアン。飯映んねんだこれ。そうなんですよ。飯があるところ取ってなくて。なんでだ。でもいい旅行だな。美の旅行だね。いい旅行ではあったんですよここまでは。なんかあった。何ここからやばいの？サクタンがあれクレカがないと騒ぎ出して。それ大ピンチ。でも私も焦っちゃっていやどうするってしたらなんかアイス食べたいって言ってきて。いやそんな場合じゃないんだよ。カードなくしたら大事件じゃん。アイスが韓国限定のフレーバーで。いや関係ねえ。どうでもいいよ。いやクレジットカードないんでしょ今。カードがなくなってんだろ。でもすごく焦ってしまって映像があります。あ映像あんの？これカード会社撮ってる場合じゃないんだけど今サクタンがもうないよっていう事実が。あれ？ちょっと待って。一旦パスポートを開封しよう。あれ？そうだね。開封？いやもっとちゃんと探せ。で結局どうなったのこれ？でもホテル代をフロントで支払いした時になんかホテルの方が戻し忘れちゃったみたいで。チェックインの時に返さなかったってこと？そうなんです。すげえ話だサクタン一番怖いところがクレジットカードなくした時にどこに入れてたのって聞いたらカバンの中に直に入れてたんですよ。それを落とすよって。で見つけた瞬間にまたそのまま直で入れて。いやもうなんか分かんないやつなんだなって。だからまあなんかケースを買います。何これ？そんなでけえやつじゃダメだよ。カードケース買えっつってんだよ。これはカバンと同じだろ。なんだよこのパソコン入れるようなやつ。続いて5期生の4人も同じく韓国へ。神宮頑張ったご褒美として4人で韓国に行こうってなったんですけど。もうちょっと前から決めてたんだね。でホテル係で私が飛行機。おいチケット。でご飯。はいご飯。何もしてないんで。何もしてない。なんか気がついたら訳があって。訳が。おばあちゃん家に帰省しててそのままこう福岡経由で私だけ1日遅れで合流したんです。2日目から。そうなんです。2日目あるのが合流朝飛行機高知から朝からも来ました。乗って4人のグループにもう今から韓国行くよ楽しみだよっていう LINE をしてくれたんですけど私たちはわーわーどんちゃん騒ぎをしておりまして。旅行楽しくてね。結局起きたのが1時でみんな。中西が来るの何時？朝7時に起きて起きたみたいな LINE を送ったのに誰からも来なくてその高知空港に着いたよっていう連絡にも誰も返信がなくて福岡に着いたっていうのもなくて韓国に着いても誰からも返信がなくて怖いね。これで滞在って一泊するだけだよね。私1泊だけでした。何してた？そこからその遊園地行ったりしていろいろわーわーしてたんですけど3日目が一番やばくて。3日目。ちょっと話を聞いてほしいんですけど。なんだ急に出てきた。まず私はもうこの韓国に向かう時点でついてないなって思うことも多かったんですよ。こうすごい人転んじゃったりとか。知らないよ。韓国のエレベーターに挟まれちゃったり結構私もその時点でついてないなって思ってたんです。まあでもいつものことだろそんなの。韓国って日本に比べて交通量が多いのですぐ混んじゃうんですよ道が。で帰りの空港に向かうタクシーでも予定時刻より1時間ぐらい遅れちゃって渋滞で焦っちゃってやばいこれチェックインの時間間に合わないよってみんなに言ったんですけどなんかさつきとかも大丈夫だよぐらいのテンションでいてなんかおかしいなと思って時間確認したら私だけ30分早い飛行機取ってたんですよ。またこんなことが来た。なんで確認しないわけそれを。違う
岡本にこの飛行機に乗るからねっていう連絡を来たので、それと同じ飛行機を取ったんですよ。じゃあ岡本が悪い。いや、これ意義ありで、この2人がこう空港券使ったの知ってたので、さっちゃんに連絡をしたんですね。でその時間を伝えました。じゃあ小吉が悪い。そうなんですよ。みんな悪かったんですよ。私が飛行機を探して決済だけ菅原にお願いしてで伝達はひながやって全員がバラバラのことをやっていたからでも飛行機の本当にチェックインしなきゃいけない5分前まで気づかないまま空港に着いちゃった。で私たちが明洞の駅の方からスーツケースだけ空港に送ってもらってたんですよ。それを受け取りに行くともう飛行機の時間に間に合わなくて、だからスーツケースをこの3人に託して私はもう急いでチェックインしたんです。自分だけもう乗ろうと。そうなんです。で私いろいろいっぱいお土産買ったんですけど、飛行機って100ミリリットル以上の液体が持ち込めないので、お前それ捨てろって言われてしまって、で私もごねたんですけど、もう全部捨てて、私はもう飛行機に乗ったんです。乗れたの？乗れました。荷物は最終的にみんなが持ってきてくれたの？持ってきてくれました。それは大丈夫だった。8000円ぐらいかかった。オーバーエイジ。オーバーエイジ。知らねえやつが乗っちゃった。続いては柴田のちょっと特別なハワイ旅。あれハワイ行ったの？ハワイに家族5人で、4泊5日ぐらい行ったんですよ。5人で家族旅行なんか泊まりで行った記憶あんまりなくて、ちょっと頑張ってお金を貯めて私が全部払いました。いや今高いよねハワイだって。柴田が全部出したの？偉いな。全部出してなんか英語で電話して予約とかも全部やって誰も喋らないので。偉いな親孝行だな。いやそりゃ喜んだでしょ。喜ぶよ。まずは朝からダイヤモンドヘッドに登って。ダイヤモンドヘッド登ったの？一番上まで行ったんですけど、もう虫がすごくて。虫がいる。私も海外結構好きで何回か行ってるんですけど、強くなって。克服したんだ。はい。なりましたね。やってるよ。これが弟と2人だけで行ってきたんですけど。めちゃめちゃいい。何この写真最高だよ。あっちの人が撮ってくれたのこれ？いっぱいもう何十枚何百枚撮ってくれて買ったんですけど。いいやつを買える。いい写真。そう本当にこれやってよかった。よかったタイプね。よかった。高いとこ苦手なんですけど、スカイダイビングとかやってみたくなりました。本当によかったです。あ、そう。でこれ全然何でもないんですけど、アイスを買ってたらなんかみんな家族みんな笑顔で。いやめっちゃお気に入りです。いいよこれは。そうなんですけど、でもやっぱこんな簡単には終わらなくて、まずはこのダイヤモンドヘッドを登った時にやっぱこう日本人の観光客の方とかも多いので、こう気づいてもらえたりとかしたんですけど、はい、妹と2人で前歩いてたんですけど、妹が小学6年生なんですけど、私より身長が高くて、通りすがった子たちにマネージャーさんと間違われていて、妹が。そうですよ。小学校6年生？小6で私より大きくて、あとご飯いろんなとこ食べに行ったんですけど、頼んでないんですけど、なんて言うんですよ、もうどの料理も結構辛いものが入ってて、いやそんなことねえだろって思ったんですけど、頼んでないのに辛いもんがあるの？これ何屋さんなの？ホテルのご飯屋さんだと思うんですけど、もう全然何でもないものも結構辛い味付けのものが多くて、いや俺が今ピンときてないのよ俺。いやマジで？マジで辛くて。いやマジで辛くて、いやいや別にそのマジかどうか聞いてるわけじゃない。なんでマジで辛くて？マジで辛くて。いい旅選手権、大鳥は筒井のスイス旅。そう一番世界で行きたかったところで、だから行っちゃおうと思って4泊6日で行ってきまして、なんか細かく決めずになんかブラブラ歩いてみたいな、本当に歩くだけで楽しくて景色がすごくて。本当だ、スイスだ。そうスイスだったり。チーズだ。チーズフォンデュ？スイスってそっかチーズ料理が。そうだねきっと。絶対食べようと思ってたので、チーズフォンデュと、これはベルンで。ストリートピアノ、はい、オルガンかな、弾いてる方いて、あとホテルからの眺めなんですけど、
もう自然が本当に綺麗で。やっぱこれはちょっと実際見に行くのはいいね。これがホテルからの景色なの？見たことない川の色してて。見たことない川の色してんな。そうちょっと青くて。うわーすごい。ああこれぞって感じだね。イメージある。なんか鉄道にたくさん乗ったんですけど、この鉄道からの景色もめちゃめちゃ綺麗で。これ車窓から？そうです。いや最高。こりゃすげえわ。うわ素晴らしい。行ってみたい。あなんかうわ素敵だな。すごい。わあすごい。そりゃすごいわ。すごい野生かな。すごいね。最高。あバナナマンさんにお土産あります。いいねもうありがとう。マジかよ。いやスイスはずるいですって。さすがに。嬉しいね。ねありがとうございます。ザン。それぞれあるそれぞれある。これがってこと？これ設楽さんなんで。マジで？スイス。具体的じゃん。もう古着屋さんに行ったんですね。かわいい。超いいじゃん。古着屋さん？ここです。なんか作業もしてらっしゃって。着ていいこれ？嬉しい。すごい。絶対にサイズ合うかい。これ優勝じゃない？いやいや加点なだけで。加点。超サイズもバッチリ。いいねいいね。超嬉しい。マジでいいじゃん。マジでいいじゃん。スイスでこれを買ってきてくれたと思うと嬉しいな。おいいね。超バッチリじゃんサイズも。日村さんは？私お菓子かな？はいお菓子なんですけど、ポープっていう至る所に。誰が豚だ？まだポーク。ポークの餌買ってきたの？頼むぜどいつもこいつも。スーパーなんですけど、お菓子は誰もらっても嬉しいなと思って。スイスのお菓子なの？スイスのお菓子そうね。多分そうですね。多分そうですね。そう買ったんだよね。じゃあ本当に古着屋さんとかで日村さんに似合うやつ買いたかったんですけど。サイズだろ？日村さんはサイズがない。ヨーロッパあるでしょうよ。なんで買ってこなかったの？これが悪いわけじゃなくてなんで買ったの？似合うのじゃこれは似合うからと思って言ってごらん。自分の口で言ってごらん。お買い物するときピンときたのしか買わないんですよ。ピンときたやつが。だから日村さんにピンときたのが。これピンときたやつ？これが悪いわけじゃなくて。ちょっと言い方なんだ。いや違う。先日発表された37枚目シングルの選抜メンバー。まずは3列目。4期生林が6作ぶりの選抜入り。そして5期生奥田が初の選抜メンバーに。36枚目の期間は今まで以上に選抜に入りたいっていう気持ちで活動してたので、この期間頑張ったっていう自負はあるし、4期生としてもまとまって頑張っていけるように、私も力になれることがあったらいいなと思って頑張ります。想像もしてなかったので選んでもらえたことがすごく素直に嬉しかったのと、ファンの皆さんに感謝だしなんかまた一つの自信になりそうだし、この感情をちゃんと皆さんに恩返しできるような期間にしたいなって思います。続いて2列目1列目のメンバーはこちら。そして37枚目シングルのセンターは4期生遠藤さくらに決定。最近はすごく楽しんでシングルに参加していたので、この気持ちがそのままずっと続けばいいなとは思いつつ、グループとしてはみんなで笑えてたらいいなとはすごく思ってて、すごい先頭に立てるわけではないので、いろんな人の温かさを感じながら頑張りたいなとは思います。センター遠藤の新体制、どんな輝きを放つのか。それでは第1回いい旅Ｎｏ.1に選ばれたのはスイスに行きました筒井あやめさんです。さあそしてですね、筒井には旅行券5万円分を差し上げます。何ですか？何ですか？
5万円。何ですか梅？いつももらえないんで悔しくて。まあお土産をもらったってのもありますけど、またこれだから旅行行ってください。嬉しい。どこ行こう。次どこら辺なんか狙ってるとことかあんの？ちなみに。トルコ行きたい。やっぱ井上のこけしも結構競ってたんですけど。競ってました。柴田のハワイも競ってました。そうなんですよ。弓木のワタミは話に出てなかった。本日よりファン大感謝祭2024の先行受付開始。井上凪です、宮城に行っておはぎを食べようと思ったんですけど、ちょっとお店がやってなくて食べれなかったので、またリベンジしたいなと思います。おすすめのおはぎがあったら教えてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。